こんにちは、グリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のポジネガファンダー、チャートなどをまとめてみていきたいと思います。先ほどメンバーシップ動画も更新しましたので、まだ見てない方はそちらも見てみてください。まず、昨日の米国の ETF のフローは、現時点では全体でプラス 0.28 億ドルの純流入となっています。ただ、先ほどブラックロックに4億ドルほどの流入があるとの情報が流れたんで、全体では今回もプラスですね。これで12日連続の流入です。またイーサも現時点ではプラスとなっています。あとはブラックロック次第ですね。本価はまだ更新なしとなっています。ビットコインの価格は現在10万2000ドルあたりを推移しております。発表された指標の方では、米輸出物価指数、ロシアの実質 GDP などがありました。その他の動きでは、また日銀の利上げ見送り報道などがありまして、円安ドル高傾向継続となっています。ドル円は153円台に突入となってまして、米10年債利回りは 4.40 まで上昇、米株各指数も上昇となってまして、ビットコインも再度10万ドルを突破となってます。個別株の方ではマイクロストラテジーがナスダック100に追加されたのが話題になってます。これは先日、そういう可能性があるというのを少し触れましたけども、今回正式追加となってます。来週の米市場明けですね、どのように動くのか注目ですね。あとはライアットプラットフォームズが 5117BTC の買い増しを報告してます。株価も比較的強くなってまして、プラス 5.35% を記録してますね。あとはソルストラテジーズがナスダック上場計画を発表したのも話題になってます。ソルストラテジーズは最近のソラナの高騰から、株価も7月から20倍となってまして、マイクロストラテジーのソラナバージョンみたいな感じになってますね。こちらもその後の進捗に注目です。ビットコインの先物の方では、OI は全体でプラス 1.31%、額としては632億ドル相当、比率としては全体ではロングが 54.4%、バイナスミやショートが 59.5% と上入りになっています。今後の指標としては、12月16日に米ニューヨーク連銀製造業景気指数12月、米 PMI11 月の速報値、12月17日に ILO 失業率、雇用統計、ドイツとユーロの景況感指数12月、米小売11月、12月18日に ACPI、PPI、対中銀政策金利、米経常収支第3四半期、米住宅着工件数11月などが控えております。他各所の見解ではですね、先ほどのライアットプラットフォームズのようにマイナーが現物を売るんではなくて、逆に貯蓄する時代になっているとか、あとは各国の利下げからですね、ビットコインにも追い風になっているとか、あとはトランプ大統領誕生以降ですね、短期保有者と先物取引の需要が増していることから価格にも反映されているという、JP モルガン、ビートフィニックスらの見解が注目されています。そしてオンレンチャン企画ですね、昨日の私の予想では各国の利下げの動きから FRB の利下げ期待がまた高まっていることと、あと指標も一息つくことからですね、また上に向かうんじゃないかということで、12月14日 AM6 時時点のビットコインは昨日の 99,412 ドルよりも上という予想でした。結果としては利下げ期待もありましたけども、日銀の利上げ見送り報道の後押しもあってかですね、米株各指数が反発となってまして、ビットコインも上昇、そして判定時刻の12月14日 AM6 時時点のビットコインは10万1600ドルということで、昨日の 99,412 ドルよりも上なんであたりです。一向にプレゼントに近づかないですはい、続いて本日は土曜なんで、次の予想は次の米市場平常日12月17日の AM6 時時点の、予想ですね。先週も休日中に各国からサプライズファンドが出て、もうほぼ無理ゲーになっている週明けの予想ですけども、来週のね19日に FOMC があるんで、そこまで上げ続けるのかというのが、気になるところですけども、でも調整があるとしても FOMC 前かなと思うんで、週明けはまだ上ですかね。先ほどのマイクロストラテジーファンドもさっき出たばっかりなんで、なので12月17日 AM6 時点のビットコインは現在の10万2102ドルよりも上、これでいきたいと思います。指標としては12月16日の22時半に米ニューヨーク連銀製造業景気指数12月23時45分に米 PMI11 月の速報値などが控えております。それらの時間帯にどのように動くのか注目ですね。あとはイーサーですね。イーサーの価格は現在3920ドル、BTC 建ては 0.0384 と、先物の方では OI は全体でプラス 0.7%、額としては270億ドル相当、比率としては全体ではロングが 50.3%、バイナンスミはロングが 74.6% と上入りになっています。イーサリアム関連の話題では、ハイパーリキッド内でのイーサの先物の取引量が
一時的に BTC を上回ったことが注目されています。イーサはドル建てでは上がってますけども、BTC 建てでは若干下がってる感じですかね。ただ ETF、オンチェーン、あとは先物も未だに上に期待できるような状態になってます。来週4000ドル突破できるのか注目ですね。あとその他の動向では、ビットグローバルがコインベースを訴えたことが話題になってます。内容としては、明確な理由もなく、ラップド BTC を上場廃止にしたと、自社が展開している CBBTC への注目を集めるために行ったんじゃないかということで、10億ドル相当の賠償を求めてます。もうこの動きですら訴えられちゃうんですよね。業界内の内輪もめみたいな感じになってますけども、万が一コインベース側が敗訴になるとまた市場に影響しそうなんで、今後の展開に注目ですね。あとはトランプ氏のワールドリバティフィナンシャルが再度リンクを買ったのが注目されてます。今回は100万ドル分買い増しとなってます。で、先日からこのワールドリバティフィナンシャルが、アーブとかリンクを買ってるらしいというのが一部で取り上げられてますけども、今のところは市場が動くほどの影響はないのかなと思います。ただこのペースで買い増していくと、いずれ買いファンダで市場が動くという展開もあり得るのかなと思ったんで、こちらの進捗にも注目ですね。あとは昨日、下院金融サービス委員会の委員長に就任したフレンチヒル氏が CNBC のインタビューでデジタル資産法案を推進していくとコメントを残したことが話題になっています。こちらも SEC が仕切っていた時代からの改革で、今後規制を明確にして業界内のルールを改善していくということで、その後が注目されています。あとは仮想通貨の脱税が発覚した男性に懲役2年の判決が下っています。2015年に1366BTC 購入、2017年に 640BTC 売却、その後家を購入して過少申告で脱税と、仮想通貨の脱税のみで懲役判決を受けた米国初の事例ということで注目されています。2017年から2019年の申告が今判決となってるんで、やっぱり税金関係はね、そこまで遡られるんですね。あと昨日ゲートがハッキングされたんじゃないかという噂が X 上で書き回って警戒されてましたけども、ゲート側から声明が出されてまして、ゲートセキュリティチームは異常を検出しておらず、セキュリティ機関からも問題は報告されてませんと、入金出金取引は正常に機能しています。噂を信じないでください。当社は 100% の準備金を維持しており、最新の準備金は100億ドルを超えています。ゲートで安心して取引してくださいと投稿されてます。アドレス見る限りでは大きな目減りがないように見えますけども、ソースがないのにね、噂だけが先行するパターンが未だにありますね。あと、アルト関連では、JMO で IEO をしたノッターホテルが取引開始となっています。IEO 価格は1000円でしたけども、現在は2700円台となっています。JMO の IEO は FC 琉球コインの記憶が強烈にありますし、今回はね、単価が1000円ということで、個人的にはね、上がるのかなと思ってましたけども、結果上がりましたね。1日数十万するホテルの宿泊券が当たるというのも話題になりましたけども、ここからまた浮上できるのか注目ですね。あとその他資金調達関連では、リアルタイムブロックチェーンと言われているメガイーサが1000万ドル調達、ブラストのカードゲームファンタジートップが425万ドル調達したことが話題になっています。これらの今後の展開にも注目ですね。今日はこのところですかね。何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。